So I did a thing. I'm so nervous. I come to the karaoke room by myself. It's the first time I've ever done this. I'm gonna sing the house out for like 10 minutes, get the vocal cords warmed up, and then I'll practice my speech here with the microphone before I actually go to the venue. Okay guys, so I'm doing this because if my story can help one other kid, it's worth it. I'm doing it for the kids who are in my situation today. I don't want them to be isolated like I was. If I can change one kid's life to help them know that they're not alone, and to help the grown-ups around them to know something that they didn't, you know? This isn't what I started this journey for, but the universe is taking me in this direction. I didn't know that my story could be relevant to so many people, but now that I know it is, and it can be relevant to so many people, I can't ignore that. So I'm gonna try and do my part to help serve all of you out there who have been through the same things as me. I'm really nervous, and I'm really not a person to go on stage and share her story, but it is what it is. I'm called to it, so I'm gonna go and do my very best. You can probably tell how nervous I am. Sweat. Anyway, I'm gonna go rehearse, and I'll see you guys on the other side. Floor. Here we go. Guys, the first speaker's on. I've got my thingy in. Actually, it's rehearsals now. Wish me luck. Minasan, こんにちは。今日はお時間をいただき誠にありがとうございます。まずは簡単な自己紹介からさせてください。私はイギリス出身で、小さい時からアニメが大好きだったので、大学で日本語を勉強し、数年前に来日しました。ここでどんどん日本語を勉強し、今では日本の企業で勤めています。この自己紹介いかがですか？この外見によく合っていると思いますが、実は全くの嘘です。騙したようで申し訳ありませんが、私は石川出身です。石川県輪島市に生まれ、小中高大と全て公立の学校に通い、就活をして会社員をした経験もあります。
済んだことはまだありません。実際のところ、私のような外見をしていて日本語を流暢に話すと、最初に申し上げたようなバックグラウンドをしているのは違和感がないと思いますが、それと比べて石川出身の話には違和感を感じる方がいらっしゃるのではないでしょうか。日本だと普通とされるこの生い立ちに違和感を感じるのはなぜでしょう。それは言うまでもありませんが、この顔がミスマッチしているからだと思います。本日はこの違和感の起点に私のストーリーを共有させていただけたらと思っています。典型的な日本人に見えないと、お国はどちらですかと聞かれることがよくありますが、私はこの質問に対して戸惑いを感じ、なかなか答え方を統一するのに苦戦しました。自分の生まれ育った国、ふるさとは日本です。ただ、両親ともイギリス国籍であるため、自分に日本の国籍はありません。かといって私の場合は日本にしか住んだことがないので、一言でイギリスと答えるのにも気が引けるのです。直感では日本と答えたいけれども、この外見だと私が日本生まれというのはなかなか受け入れられません。この回答では物足りないと言わんばかりに、両親の出身国を聞かれ、イギリスの子ねと認識されることがほとんどです。逆にアメリカやロシアなどこの外見に合った国を言えばどこでもいいというのが事実です。大人となった今はネタとして笑いを取ったり、今の気持ちを言語化する力がつき始めてきましたが、日本しか知らなかった子供時代の自分には、お国はどこと言われて日本以外にそもそも思いつくものがありませんでした。だから日本という自分の答えが受け入れられなかった時は、母国に突き放されたような気持ちになって、その後の人生の旅路に大きな悩みの種として現れました。私にとって外見はどうであれ、ふるさとは石川県。でもたびたびいやいや元はお国の話よと信じてもらえないことの方が多かったので、自分の居場所はここであってはいけないのかと不安に感じ、必死で周りの日本人の見よう見まねをして私も日本人らしくなろうとしていました。例えば中学校の時は校則とは別で生徒ルールというのがあって、制服の着こなしが学年によって変わっていたり、学年によってしていいこといけないことがあったりして、むしろ先輩からの圧の方が怖いとされる学校環境でした。冬も登校時にウィンドブレーカーのズボンをスカートの下に履いてはいけないというルールがあって、膝丈を越える雪の中、私は生足を出してスカート姿でバスを待っていました。それを見た母親は、こんなに寒いのにバカバカしい、風邪をひくでしょと言っていたんですが、全く論理の通らない思春期娘の私と意見のぶつけ合いを重ね、私としては学校に存在する上下関係に対して論理では説明できなくても波を立たせてはいけないということが感覚で分かっていたので、親にはなかなか説明できない一種の日本文化に適応していたのです。私は外見からしてすでに肩に入りきれないこともありましたが、周りと同じでクラスのイケてる子たちと同じような制服の着こなしをしたり、流行りの制汗剤を買ったり、そしてうねりのある髪の毛を毎朝ストレートに直したりと、省かれないためには時間も労力も惜しみませんでした。また成長期が来て身長が大幅に伸びた時も、身長まで並外れとは勘弁してくれと思いながら無意識に猫背になって、周りと背丈がなるべく変わらないように、出る杭となって打たれないことばかりを重視して毎日を過ごしていました。子供時代の私は今お話ししたように日本人に溶け込むのに精一杯でしたが、親の国はイギリス、私の国は日本という感覚でした。でも私の両親は、うちはイギリス家庭だと口癖のように宣言していました。周りから外人だーと指をさされると、母親は怒って、外人じゃない外国人よと言い張っていましたが、この時私は心の中で、自分は外人でも外国人でもないなと強い違和感を感じていたのを覚えています。でもムキになっている母親を見守ることしかできず、私の国は日本だと言い張る勇気はありませんでした。言ったところで周りの日本人にも自分の親にもどうせ認めてもらえないということが目に見えていたからです。どこにも属せないまま周りの顔色を伺いつつ、家の外では日本人らしく、
家の中ではイギリス人らしく振る舞うようにしていました。20歳を迎え成人式に出席した際には、市長から成人する意味、大人の責任についてお話を伺いました。これには税金や選挙の話が含まれ、あなたたちはこういった形で国を担っていくのですと話をまとめていました。でもこの時、私は胸がどっしり重くなっていました。全人生を過ごした日本という国を良くしていきたいという気持ちがあったとしても、外国籍の私は制御権がなく、携わることができません。どれだけ溶け込もうとも、結局私はよそ者であって、私の意見はカウントされないのだということを思い知らされました。同級生と混じって成人式に参加している自分が全否定された気持ちでした。その時を境に、日本がダメなら外国人になりきってやろうと完全にメンタリティを変えて、むしろ日本に対して反発的になり始めていました。在日外国人の方とお友達になり、英語中心の毎日を送り、持ち前だったはずのイギリス人要素を全面的に出していきました。イギリス家庭で育ったものの、私は祖国に関して決して詳しいわけではありませんでした。でもそれが弊害になるとは思わず、積極的に会話に参加していきました。でもこの時初めて気づかされたこと、それは私の知っているイギリスというのはあくまで両親が教えてくれた祖国のことであって、80年代には来日していた2人の視点から見たイギリスだったということです。ただでさえ限定されていた英国に関する知識が今度は前提までずれているということを気づき、同年代のイギリス人と絡んだ際に、極端な紅茶好きを除いて私がいかにイギリス人らしくないかということを思い知らされました。いわゆる外国人デビューをしたばかりの私は、外見が似ているから溶け込めると思いきや、話し方がお年寄りみたいだとからかわれたり、ポップカルチャーをもとにしたユーモアが全く通じなかったり、そもそも語彙力不足で言葉の意味がわからなかったりと、こっちはこっちで馴染むまでまだまだ努力が必要だったというのが現実でした。それにもかかわらず、外国人に振り切っていた自分は、出身を聞かれた時にイギリスですと一言答えるようになっていました。ほら、日本語が上手ねと言われると、ありがとうございます、こうやって本当の自分を見せずに逃げるようになっていました。イギリス人に振り切ってみたものの、日本の田舎しか知らなかった私は、世界に関する知識が極端に少ないことを痛感し、世界情勢や歴史、人種差別的な言動に対する理解などがゼロに等しく、日本にいれば知らなくていいとされていても、西洋の方では常識とされているものが私には身についていませんでした。でも逆に日本の文化や日本人の考え方を蔑むように語る方がいると、やけに日本のことを加害に入ったりすることもありました。このことを欧米人の友人に相談したところ、かけられた一言、ジャズミンは日本人だから仕方ないよ、これは私にとってイギリス人失格と言われたも同然の釘を刺すような一言でした。子供時代は日本人になりきろうとして受け入れられず、今度はイギリス人になりきろうとしたものの、こちらも無理なのかと途方に暮れていました。日本人かイギリス人か、この二択を迫られ試行錯誤する年月が続きましたが、25歳を超えて初めて本当にどちらか選ばなければいけないのかと自問してみました。自分にはイギリスでたどってきた家系と日本というふるさとがある。片方を選ぶことによってもう片方をないがしろにしてしまうし、そもそも選ぶ必要はないのではないか。日本と英国の両方を自分の一部として持つことに何ら問題はないのではないかと考えるようになっていました。今となっては自分の持っている独特の世界観、両方の文化を自分のものとして持てることを特別なスーパーパワーとして認識しています。自分に合わない方に入ろうとするのをやめ、目の前にあるのが道なき道であったとしても、その道を自分らしく歩んでいこうと決意しました。私がありのままの自分を受け入れようと思えるまで30年近くかかりましたが、私のような境遇に生まれた子どもたちは少なくありません。これが私一人のストーリーならへえで済んでおしまいでいいんですが、アイデンティティに悩まされる子どもはたくさんいます。日本に絞ってお話をしますが、出入国在留管理庁の統計によると、
観光客を除いた中長期で滞在する在日外国人のうち0から4歳の乳幼児数は私が生まれた1995年には5万818人もいました。私みたいな人は他にいないから仕方ないよねと自分に言い聞かせていたのが本当にバカバカしくなるくらい大きな数です。その約5万人が全員日本に残ったとは限りませんが、私のように戸惑いながら育ったであろう子どもの数がこんなにも多いこと、そしてその子たちが現在はすでに成人して社会の一員として生きているということをお分かりいただきたいです。95年以降の外国籍を持つ乳幼児数の推移を見てみますと、この20年の間にも増加していることが分かります。日本をホームとする在留外国人が増加するとともに、ここで人生のスタートを切る外国籍の子どもも私が生まれた年から倍近くに増えています。またその在留資格を確認しますと、やはり特別永住者、永住者、定住者など長期間の滞在が可能な資格を持つ子どもの数が半数以上を占めています。中にはいずれ出国する可能性のある子もいるとは思いますが、近年の定住、長期滞在傾向が高まっていることを考えると、その子どもたちもこのまま日本国内で成長期の大半を過ごす可能性も大いにあると考えることができます。このように典型的な日本人に見えない子どもで、日本を故郷とする子どもがどんどん増えている中で、たとえお国はどちらという一見たわいもない会話が発端だとしても、周りの大人たちが無知で居続けるとその子どもを傷つけかねません。これは日本に限った話ではありませんが、何人であっても子供は子供ですし、その子たちが出身地やアイデンティティを表明した際に大人が軽率な言動で否定してしまうと、子供は自分の直感や純粋な気持ち、それを信じられなくなって不安や戸惑いを生んでしまいます。現在は心理学の分野でもさまざまな研究が発表されており、子供の発言を重ねて否定することが後のその子の人生で不安症と関連性があるということも分かってきています。たとえ大人にとっては些細な一瞬であっても、子供にとっては大人の言動一つ一つ大きな重みがあり、その行動や反応を見ながら子供は育つわけなので、この多様な社会を生きる中で大人の小さな気配り次第がその子供の先を左右すると言っても過言ではないと私は考えます。日本国内においても多文化化は確実に進んでいますが、これはもう未来の話ではありません。本日の私の例から日本で生まれ育ち、教育を受け、就職までしている人がすでにいるということをご理解いただけたと思います。現在進行形で私のような人は存在していますし、日本をふるさととする子どもも着実に増えている現状をデータで見ることができました。日本育ちの私の立場からすると、外国籍の人々に対する参政権など法的なインフラ、日本人には多様性がたくさん隠れているのにそれが知られていない点など、母国に求めることは多くあります。逆に来日した外国人観光客が日本文化に対するリスペクトに欠けていると、私も日本人同等に怒りを感じます。さらに言うと、外見の変わらない私たちまで同類に扱われてしまうので、こうやって私たち在日外国人の名にまで泥を塗られるんだと呆れ、同じにしないでくれと叫びたくなることも多々あります。外見がどうであれ、ルーツやホーム、身に染み付けている文化は十人十色であって、私のような一見全然違う外見であっても日本人と同じ感覚で見ているものもあるというのが事実です。今日私がここに登壇させていただいたのは、外国人に見える人でもあらゆる形でこの国をホームとする人である可能性が大いにあるということを生きた証として提示したかったのと、子供が自分のコアとなるふるさとやアイデンティティ、気持ちを主張した際に周りの大人が何も考えずに否定することによって、その子は自分を疑ってしまい不必要に不安を生んでしまうという現実を知っていただきたかったからです。理想を語ったところで現実に課題はたくさんあることは承知です。今日の私が今日のあなたに伝えたいこと、それはこの開けた国際社会を生きる時代に大人として無知であることが子供を傷つけているということです。変化を生み出せるのは私たち大人なので、世界中で多様化が進む中で外見一つで決めつける体制を見つめ直し、大人として責任ある言動をとってほしいという思いを投げかけます。私自身
この現代を生きる一大人として一人でも多くの方の固定概念を覆すために、そして私にとっては道なき道が、これから生きる子どもたちにとってはしっかり舗装された安心できる道になることを願って、まず出身を聞かれたらイギリスと簡単な答えで逃げるのをやめ、日本生まれです、石川県出身ですと胸を張って答えます。この度はご清聴いただき誠にありがとうございました。Ladies and gentlemen, welcome to today's panel discussion. ロス様に質問をお伺いしたいと思います。今回のスピーチでは大人の方に向けたメッセージではあったのかなと思うのですが、ロス様と似た多様な文化的背景を抱える子どもたちに向けてメッセージは何かございますか？はい、もう普段の生活の中でいろんなところで同じことを言ってるんですけども、周りと一緒になりたいっていうのは子供として誰もが持っているものなので、その違いこそがあなたの特別なことであるっていうのを、伝えたいっていうのが一番大きくて、アイデンティティクライシスは何人であってもすることなので、やっぱり思春期だったりとかみんなが通るものなので、それはどんな背景を持っていても通る関門ではあるんですけども、その中で自分が周りと違うなって思ってしまうところも、これはいつかスーパーパワーになるって信じてもらって頑張っていてほしいっていう気持ちと、あとは自分は一人じゃないよっていうのが一番大きいことかと思います。私はずっと疎外感に追われていたので、特にこのご時世、もう一人じゃないから手を差し伸べてくれる人がいるからっていうのを、伝えたいですね。一応通訳がないっていうので簡単にだけ英語で言いますと、So because there's no translation, my friends are English speakers. Just in short, what makes you different is what makes you special. And so no matter how hard times can get, just know that that is your superpower and you're not alone. Especially now in this day and age, there's no one that's completely alone. So reach out and embrace your superpower. I think that's my answer to that question. Thank you. We survived. We made it. I did my best. Oh, it feels good to do something you've never done before, and you never know what'll happen when you say yes to things that scare you. That was amazing.